皆さんこんにちは。日本語講師のゆりです。日本人と接していて意味はわかるのになぜそうなるのかよくわからない。そんな風に感じたことはありませんか？この5分ジャパニーズリスニングプラクティスでは日本語の表現や行動の裏側にある日本人にとっての当たり前や価値観を皆さんと一緒に読み解いていきます。今日は空気を読むというキーワードから日本人の心を覗いてみましょう。皆さんは空気を読むという言葉どう思いますか？場の雰囲気を察して行動する日本を代表するような表現ですよね。今日もこちらの本から面白いトピックを扱っていきたいんですが、この本の著者、森さんはこの空気を読むという言葉に対して非常に独特なユニークなそして少し怖い指摘をしています。今日はそれを紹介したいと思います。どんなトピックかと言いますと、空気を読むの空気とは吐息のことだったのかというトピックです。吐息は私たちの吐く息のことですね。今日は私たちが普段当たり前に使っているこの空気を読むの言葉の裏側にある息苦しさについて話したいなと思っています。森さんは空気を読んでその場をやり過ごすことに対して姑息感があると言っています。姑息は根本的な解決をせずにその場をうまく切り抜けるための一時しのぎという意味です。決していい意味ではないですね。日本語ではよく卑怯と同じような意味で使われることもありますが、本来はその場しのぎという意味ですね。もちろん空気を読むこと自体が悪いわけではないんです。森さんはこの空気を読むという行為を窒息してしまうとも表現しています。誰かの顔色ばかり気にして相手の吐息を吸い続けていると自分の呼吸ができなくなるという意味です。つまりこれはあまりいい意味での空気を読むではないんですよね。実は私も空気を読むことがあまり好きではありません。自分の考えをはっきり口にせず相手に察してもらおうとするのはなんかね、責任から逃れているように感じてしまうことがありますね。私は高校生から大学の1、2年生ぐらいまでかな、空気を読むことにめちゃくちゃ激しく抵抗していました。でも、社会に出てからは空気を読まないと日本社会では受け入れられないっていう現実も学びました。なので、今はある程度空気を読むということを受け入れています。とはいえ、自分の考えは自分の口で言うべきだっていう思いは今も変わってないですね。日本の空気を読む文化は悪い方向に動くと責任を相手に押し付けてしまうような感じがします。例えば恋愛で自分が相手のことを察して動いた時に後でいや僕何も頼んでないけどそっちが勝手にしただけでしょと言われてしまうことはよくあるんですよね。これは私自身の体験というよりも友達とか会社の人たちと恋愛の話をしたりしますよね。そういう愚痴を聞く中で何度も聞いたことのある話です。察し合いが前提になると誰が決めたのか、誰が責任を持つのかが気づかないうちに曖昧になってしまうことがあるんですよね。今日は空気を読むという言葉の裏側にある誰かの吐息、つまり周りの人の期待とか感情、あとは日本社会の息苦しさについてお話ししました。空気を読むことでうまくいく場面ももちろんたくさんあるんですよ。でも同時にそれは自分の呼吸、つまり自分の意見を口にする自由っていうのをちょっとずつ差し出していることにもなってしまうのかもって私はこの本のトピックを読んで思いました。皆さんが日本で生活するときは全部達しようとしない、そして全部言おうとしない、その間を探すことがとても大切だと思います。
うん。あなたは察してほしい側でしょうか？それとも察する側ですか？皆さんの国では、はっきり言うことと察すること、どちらが大切にされていますか？ぜひコメントで教えてください。ではまた明日お会いしましょう。バイバイ。